今流れた写真や動画はこれで撮りました。Gadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。オープニングのテイストがいつもと違うのでびっくりさせてしまいましたね。今回ご紹介するのは SNS でも話題沸騰中 3COINS のミニトイカメラです。カメラ？スマホで良いじゃないかと思うかもしれません。そうじゃないんです。トイカメラなどローファイなカメラを使うと手ぶれや色にじみを映すことができて、見慣れた景色もレトロで懐かしい、どこか雰囲気のある写真に仕上がるのです。実は私も最近トイカメラにハマっていて、ケンコーピエニ2というカメラを使っています。このピエニ2も手のひらサイズで可愛くて大好きなんですが、以前からスリコのトイカメってどうなのと気になっていました。人気すぎるのかなかなか店頭で見かけることがなく、今年の夏についに再販され、やっと手に入れることができました。今回は初心者の方にこそおすすめしたいこのカメラの魅力ともっと便利に楽しむための使い方を徹底レビューしていきます。では開封していきます。開封も何も中身を出すだけですが、おっと、ここにマニュアルが入っています。誤って捨てないようにしましょう。まずは外観から。本当に軽くて可愛らしい見た目ですね。ボタンは上部にシャッター、背面に電源。他、メニューや選択ボタンがあります。多少マニュアルでの操作確認が必要かもしれません。充電やデータ転送に使うタイプ C ポートと写真を保存する SD カードスロットがあります。SD カードは SDXC で最大 64GB までとなっています。横には怪しげな穴が開いてますが、マイクとリセットボタンになっていました。レンズと液晶部には保護シールが貼ってあるので剥がしておきましょう。主なスペックはこちらになります。まず撮影関連から見ていきましょう。レンズや F 値は記載はあるものの、トイカメラなのであまり参考にはならないかもしれません。嬉しいのはこの小さいカメラでもフラッシュがあること、そしてタイマー撮影ができる点ですね。メニューの日本語対応もありがたいです。続いて記録関連を見ていきます。SD カードがなくても本体に記録できるようですが、SD カードはあった方が良いですね。64GB のものでも1000円くらいで買うことができます。静止画では最大800万画素。普通のカメラなら印刷すると A4 くらいには引き伸ばせそうですね。動画サイズは 1080p に対応しているみたいです。フレームレートが書かれていませんが、動画ファイルのプロパティでは 30fps となっていました。続いて電源周りです。ここ、とても重要なことが書いてあります。PD 対応の充電器は NG とのこと。つまり、ここ最近の急速充電できる充電器は使えない可能性があります。私のメインで使用している充電器は PD 対応しているものばかりなので、ちょっと古めの充電器が必要かもしれません。また、充電器、充電、転送ケーブル、SD カードは別売りです。ありました。私はこの充電器で充電していきます。これは何かについてきて使わずに取っておいた PD 非対応の充電器です。5V、2.4A は超えないので大丈夫と思います。では充電して実際撮影してきましょう。では実際使ってみた感想です。
私が 64GB の SDXC カードを使用したのが原因なのか、起動してからカードを認識するまでにちょっと時間がかかりますね。これはカードを変えれば改善するかもしれません。まず静止画ですが、シャッターを押した瞬間の感覚が分かりにくいです。シャッター音も鳴らないですし、画面が一瞬点滅するなどのギミックもありません。唯一確認できるのはこの数字です。これは容量に応じて記録できる枚数が表示されていますが、シャッターを押すとこの数字が1減ります。これで撮れてるはずと信じましょう。一応再生機能もあるので撮れたかどうか確認することはできますが、気にせずポチポチ撮るのが良いと思います。予測不能な写り、元井カメラの魅力ではないでしょうか。ピエニ2の場合、そもそも液晶画面がないので、シャッターを押したその瞬間がどう映っているのか、その場で確認できません。初めはちょっと不便かもと思っていましたが、最近自宅に帰ってからどのように映っているか見るのが楽しみになりつつあります。続いて動画ですが、動画の場合は静止画より分かりやすく、録画中は液晶画面に赤い丸点滅が出ます。音は側面にあるマイクで集音していますので、塞がない要注意ですが、モノラルで記録されますし、音質もあまり良くはありません。撮影できる画像は最新デジタルカメラのようなクリアで鮮明な写真ではなく、ノイズだったり独特な色味、レトロな雰囲気があります。普通のスマホ写真に飽きた時にエモいとか味があると言われる写真がシャッターを押すだけで撮れてしまうんです。ある意味失敗した写真も味になるので、深く考えずに撮れるのが最高に楽しいポイントです。ちなみに記録した画像や動画をパソコン経由で転送するのちょっとだるいなと思ったりしませんか？パソコンなんか使わずに USB ケーブルでスマホにつないじゃえばすぐ写真が見られると思い実際にやってみたのですが、どうもうまくいきませんでした。よくよく見てみるとこんな注意書きが。あかんやつだったのね。皆さんも注意してください。データ転送は SD カードリーダーを使用するか PC に接続して行ってくださいね。私が持っているピエニ2とこのスリコカメラ、どちらも魅力的なんですが、初めてトイカメラを買う方には圧倒的にスリコカメラをおすすめしたいです。理由は価格が安いので、万が一壊しても飽きても惜しくないという気軽さ。このハードルの低さがとりあえずトイカメラを始めてみるという一歩を後押ししてくれるはずです。もちろんピエニ2も素晴らしいカメラですが、トイカメラの楽しさを知るための最初の入り口としてはスリコカメラが最適ではないでしょうか。安くて簡単で撮るだけで楽しい3拍子揃った最高のトイカメラ入門機です。スマホ写真に飽きた方、手軽な趣味を探している方はぜひ試してみてくださいね。この動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。